雑談です。かりそめです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、夕方からかな、夕方までは粛々と作業を進めておりまして、夕方から打ち合わせでね出ておりましたが、なんだろうなね、そんなことしてました。あまり変わり映えのない一日でございますわ、日々ね。で、早速行きましょうか。見ましたね。僕見てなかったんで、先ほどTVer でね、昨日本当に何も見てなかったな。打ち合わせが9時ぐらいに戻ってきて、その後ズームの打ち合わせがあって、そのまま眠くなって寝ちゃったんで、ほぼテレビ見てなかったんですよね。で、今日何を話そうかなと思って TVer を漁っていたところ、なんかいろいろもうドラマも大詰めなんで、ドラマ最終回だけとかね、見て文句でも言ってろうかと思ってたんですけど、めぼしいものがなくて、でチラチラと、見てたらかりそめ天国ね、マツコ有吉のかりそめ天国のサムネがもう中だったんで、これはちょっと見とこうと思って見出したら、これもうやばかったね。見ましたでさ、かりそめ天国 TVer であるんでぜひ見てほしい。もうむちゃくちゃですよ。もう中が企業ロケに行ってんですけど、いろんなスーパーとかにおろしている、野菜のカッター、なんて言ったらいいのかな、いろんなカッターですね。リンゴをきれいに切ったり、あとはトウモロコシをね粒だけにしたり、何があったかな、つまお刺身のつまを、大根を削って切って作るつまをね、高速でできるみたいな機械のところにもう中がロケに行ってんですけど、もう中のロケのなんていうんですか、ポテンシャルの高さといったらないですよね。いや、非常に面白かったというか、もうマツコさんも有吉さんももうゲラゲラ笑ってね、いや面白かったね。なんかね、あっという間に切れてしまうのがあっちゅう間にできるっつって、いやもうガッツだぜ以来のあっちゅう間ってね、なんか結構そういう統治法のボケを、曲にちなんだというか統治法のボケをよく使ってくるんですけど、そのレスポンスの速さというかね、あといらん小道具をね仕込んできたりとか、めちゃくちゃ面白いんだ。ああいう企業ロケであんだけボケが使われるっていうのは、かりそめ天国だからっていうのはあるでしょうけど、それでもあんなにね、なかなか毛嫌いするもんですよ。ちゃんと紹介しなくちゃいけないけども、面白く紹介してほしいっていうところの狭間で、結構無茶なボケとかね、結構新参をなめてる芸人さんってね、山ほどボケても結局使ってもらわれへんから、普通に淡々とこなすみたいなね。それのいい例が昨日のラビットですよ。朝やってる TBS のラビットで、サンキューショップっていうね、100均の390円版、消費税入れたら429円だったかなのサンキューショップのロケにケンコバが行ってたんですけど、ボケませんよ本当に。番組の色の違い、とはいえね、ラビットって川島くんがやってるでしょ。でクイズのところのパネラーに並んでる、パネラーというかコメンテーターとして並んでる芸人さんも多いんで、結構大喜利的なボケをやってるんですよね。でロケ VTR なると結構、真面目なというか、
芸人さんが言ってるんですけど、なかなかそういうボケって使わせてもらってないんですよね。だからコパのコメントとかも結構切られてて、あの後なんか言ってんのにっていうところで切られてたりみたいなんで、結構ロケモンってね、ああいうボケをね、毛嫌いするというか、こう使う側としては、いやそこはちゃんと紹介してほしいとかね、まあここはボケてもいいですよみたいなポイントあるんですけど、なかなかね、こうはまらないと使ってもらえないというか、ケンコバですらあんだけ切られてんのかと思って見てて、で後半というかね、まあもう流してますよね。こうそこまでボケて頑張らなくてもいいやみたいな、まあそんながあるんで、それでもかりそめ天国のもう中のボケっぷりったらもう素晴らしかったね、本当に。いや本当に面白い。で本当いろいろ仕込んでてね、いや建物担保のメジャーをね取り出したりとか、こうどこでどう使うかっていう想定はある程度してるんでしょうけど、なんか長さを測るボケを入れるときにはこれを使おうとかね、そういった仕込み刀が豊富だし、まあ、小道具のチョイスもいいしね、それにまつわるなんていうんですか、知識とか、まあ、情報ね、いらん情報ですよをその建物担保の DVD のおまけでついてたものとかね、シャラン級のうちわであるとか、パイナップルをねこう綺麗に輪切りにするわけじゃないですか。丸くその輪切りにする前の丸い筒状のやつを切るカッターを紹介した時に、その中心が抜けてるわけで、そこをねカメラさん撮ってくださいって、その望遠鏡的に覗いてる奥にそのシャラン9の9って書いたねうちわをずっと出すんですよ。それなんだろうと思ってひっくり返したら、94年のシャラン9のツアーの時のうちわだとかね、そういういらんものをめちゃくちゃ仕込んでくるんですよね。で先週だったかな、TBS の土曜の夜中3時半にやってるラジオでクーロンジョーさんのやつここで話したかな。であれすごかったっていう話をしてて、次ね今週かもう中なんですよ。で30分の番組一切曲かけない SE とか使わない、もう喋りだけで勝負するっていう番組にもう中が出るんですけど、それももう笑いなたりが取り上げてとかね、もう非常に楽しみで、しかもしかもというかビバリーヒルズね、高田文夫先生も大絶賛してますよ、もう中で。ジングルを今もう中がやってるやつがあって、鉄筋だか木筋とピコピコしたね変な音が鳴って、なんだこのジングルはと思ったらもう中が喋ってるやつがあるんですけど、それもめちゃくちゃ面白くてね、いやもうちょっとねやばいっすよ。面白さというか、こうやっと世間が追いついたんじゃないですかね。もう中どうなんだろうな、もう中がまあ出しどころが分かってきたのかなって感じはしますよね。まあ世間が追いついたっていうのとこうねマッチしてきてる感じがひしひしとありますので、こうそれこそ有吉の壁でね出てきたりとかで、それを見てて思ったのは、やっぱり今の特にテレビバラエティに、で頭角を現そうとしたらやっぱ外せないのは、その有吉さんにはまれるかどうかっていうのは一番でかいというか近道なんじゃないですかね。でテレビに出る前に有吉さんがちょっと気になる人をこうラジオに呼ぶじゃないですか。でそこ業界視聴率が高い、視聴取率か、ラジオなんで高いのか、ラジオに出るともうそれこそ有吉の壁、それからかりそめ天国ね、有吉くんが出てる番組に次々と出る、まあ言うたら有吉さんのお墨付きがあるってことで、他の番組スタッフもこう躍起になって使い出すみたいな流れはねありますよね。なんでこうバラエティでやっていこうと思ったら、こういかにというかね、有吉さんにはまるかどうかっていうのはこう一番でかいんじゃないですか。それこそいろんなコンテストもんの大会とかありますけども、そうじゃない道でね、一つそれは
大きいな。それこそまあそこまで跳ねてませんけど、安村君とかもね、あれも有吉の壁でめちゃくちゃ面白いんですけど、ただ他での使いどころがまだ見出せないというか、まあ説明書不足というかみたいなのはあるんですけど、まあもう中みたいなね、こう説明書というか、まあ、とりあえずそこに置いたらというかね、持ってきたらこうノリでボケてくれるっていうのは分かってるんでね、ボケのパターンというか、こうある程度こう想定できるボケを、そこをねこういいように裏切ってくるっていうのは見えるんで、使いやすいんだろうなっていうのはあるんですけどね。だから本当に有吉さんにはまれるかどうかっていうのはめちゃくちゃでかいんじゃないですかね。だからね、いろいろ番組やってるじゃないですか。それこそ有吉であるとか、なんでね、っていうのをかりそめ天国を見てて思いましたね。まああとは本当に高田文夫先生もこう褒める、べた褒めするというかっていう、まあ底力もちゃんとありますしね、本当にいや面白いなと思って、ぜひねかりそめ天国のロケ部分だけでもねめちゃくちゃ面白かった。もう本当に今からでも TVer で見ていただきたいなと思いました。コント中学生ちょうど時間となりました。なんだコント中学生ってざっくりしすぎだろね。はい、ということで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。